ました。その後ろにウィリアムと2台でありますオールージュ、セナ、プロスト、そしてベルガー、マンセル、フェラーリの2台です。その後ろですがウィリアムと2台、マクラーレン、フェラーリ、そしてウィリアムという展開になりました。1989年8月27日 F1 グランプリ第11戦、ベルギーのスパ・フランコルシャンサーキットにおいてアイルトン・セナドライブするホンダ・マールボロ・マクラーレンはトップでチェッカードフラッグを受け、ホンダエンジンはついに50回目の勝利を獲得したのである。さあセナが今バストップ試験に入りました。その後ろプロスト、そして3位にはフェラーリのマンセル。さあ今バストップ試験を勝ち上がったセナ、その後ろプロスト、今チェッカーフラッグを受けました。ホンダ50勝達成です。通算50勝、2位にプロスト、マクラーレンホンダワンツーフィニッシュ、3位にフェラーリのマンセルです。人類史上初の自動車レースは1894年パリ・ルーアン間で行われたものと記録されている。今からなんと100年以上も昔のことであった。その半世紀後に誕生した FIA 国際自動車連盟はフォーミュラー1をモータースポーツの最高峰として位置づけた。すなわち F1 は文字通りモータースポーツの頂点に立つレースなのである。レースの歴史が始まって以来、アルファロメオ、フェラーリ、メルセデス・ベンツ、マセラッティ、クーパー、ロータス、ブラバン、BRM など伝説的な強豪たちがサーキットに登場しては去っていった。数多くのマシンがそれぞれの時代を創造し、また数多くのチームがその歴史を塗り替えていった。そして今誰もが新しい伝説の胎動を感じている。ホンダパワーの伝説である。三重県鈴鹿サーキットの片隅に数々のフォーミュラーマシンが人知れず眠っている。かつて高らかにホンダミュージックを響かせてホンダパワーの伝説を築いてきたマシンたちである。ホンダ50勝の歴史の第1ページに来る方といったらば、ホンダ F1 初代監督の中村義雄さんです。中村さん、当時の、日本のレース事情、社会的な背景、とっても F1 をやるような状況では、なかったというか、はい、F1 がものすごく遠いものだったと思うんですが、なぜどうして、F1 をやろうと決意なさったんでしょうか。当時の日本の車事情といいますと、大体その欧米技術の輸入期を終わって少し本物になりかけてきたかなという状況でしておっしゃるような状況だと思います。レースカーで言いますと、前の年に JASA と前身といいますか分身のような JASA というものがありまして、日本グランプリというその誠にいろんな種類の車が一緒に走るようなレースが始まったばっかりの黎明期だったと思います。やはり当時の日本の状況とすれば、まずタイヤがありません、ブレーキがありませんショックアップゾーバーがありません。F1 に使われるようなシャシー部品がゼロだったわけです。全て学科持ってこなきゃならんと。したがって早いところエンジンだけ作ってでどっかのチームに使ってもらうと、現在やってるようなやり方ですけどにしまして、63年の夏私はヨーロッパに行って結果としてロータス、ブラバム、クーパー皆使う意思ありということで、私としてはすでにもよく知っておりましたブラバム誠実な人ですしと、ズブの素人の我々でもブラバムならいけるんではないかということで勝ったんですけどすぐチャップマンが追っかけてきまして、どうしてもロータスで使いたいということで、当時のロータス、チャップマン、ジム・クラークと
なりますとこう文句のつけようはありませんので、はい、で OK しましたんですがまあいろいろ言われておりますけれど、表面的にはそのコベンティクラマックスというエンジンメーカーがジャガーの傘下に入って、ロータスすればクラマックスエンジンを使わざるを得なくなったと。したがってあしからずというのは翌年のお正月に電報が来まして、で社長ともいろいろ話したんですけど、もう30分ばっか話したところでチャップマンには要するにホンダは自身の道は歩くでしょうという電報を打って、それからシャシーの製作を始めたわけです。シャシーを作りエンジンをドッキングさせ、出てったわけですけれども、ものすごい短い時間ですよね。まあ今から考えると自分では無茶だと思いますけどだけどまあよくやったと思います。ホンダが初めて世界のモータースポーツのヒノキ舞台に登場したのは1964年の第6戦ドイツグランプリからであった。東洋の片隅の当時まだ四輪新興メーカーであったホンダが無謀とも言われたチャレンジのために手探りで作り出した F1 マシンは RA271 である。巨大な二輪エンジンのようなその4バルブ横置きエンジンは2バルブが主流であった当時の F1 マシーンにあって登場と同時に世界の注目を一身に浴びることになる。ドライバーは F1 未経験のアメリカ人ロニー・バックナムであった。初めてホンダ F1 が走り出した時の印象というのはどうだったんでしょうか。まあ、やっぱり非常にさっきおっしゃったように短期間ですしまあ我ながらですねこれだけなんでよくできたなというのを気がしましたしからドライバーご承知のように F1 で全く経験のないロニー・バクナンという新人ですけれど彼のドライブで確か若干の修正をしながら少し速く走ろうというようになってから確か3、6分目にですねその年のダンガーニのオランダグランプリのレコードに3秒遅れだったですかね、で走るようになりまして、まあ正直言ってこれ案外ちょろいなというような感じを受けましたですね。まあ、その手応えを感じて、最初のレースですね、ドイツグランプリニュールブルクリンクに行ったわけですけれども、もう散々でしてそんな甘っちょろいものじゃございませんで、プラクティス中にピストンが焼き付きますしそれからグランプリであんなに整備性というものが大事だっていうのは知らないもんですから、エンジン乾燥するだけで時間かかってしまうと、そうするとその間にはプラクティス終わってしまうと、結果としてその周回規定周回数が走りませんで、シュミッツさんというアーフでの親方ですけどお願いして特別セッションを設けてもらって、ようやくこなしてなんとか走れたと、まあそれから先はもう苦戦の連続ということになります。2年目からは RA272 が投入された。基本的には RA271 と同じ横置き V12 気筒エンジンであるが、キャブレターが低圧の燃料噴射式にと転向されている。2年目から参加したベテランドライバーリッチー・ギンサーによってマシーンの熟成が進められ、ついにメキシコグランプリにおいてスタートダッシュよくトップに立ったギンサーはロータスのジム・クラークやフェラーリ、ブラバンなど並みいる強豪を抑えて念願の初優勝を達成した。 F1 参戦わずか11戦目の快挙であった。 1500cc ノーマルアスピレーションエンジンの最後の年の最後のレースのことである。初勝利を日本に知らせる伝聞に中村監督は有名なシーザーの言葉を引用した。来た、見た、勝った。一番感激しましたのはリッチが表彰台にこういう声っていうんで、今のポディウムとはちょっと低いあれですけど、そこに行く時に一番初めに来ておめでとうって言ってくれたのがチャップマンで、その時まだ実は昆虫証明と思ってたんですけど、やはりいい人だなと気がしました。
レギュレーションの改定により1966年から F1 エンジンは 3000cc ノーマルアスピレーションもしくは 1500cc ターボの時代を迎え、1988年までの22年間このレギュレーションが続くことになる。最終レースで優勝はしたものの、この66年は苦戦の日々が続いた。前年から開発に着手していた RA300 がいよいよ1967年の第9戦イタリアグランプリで投入された。加えてドライバーはワールドチャンピオンの経験もあるジョン・サーティースに代わった。そしてこの RA300 はモンツァのサーキットにホンダミュージックを響き渡らせて、フェラーリ、ロータス、ブラバブなど68周に及ぶバトルを繰り広げ、わずか 0.22 秒差でデビューウィンを飾るという、今も語り草になっているあのドラマを生み出したのである。So, what are your memories of winning with Honda? A lot of hard work. I was a dreamer and very much a motorcycle enthusiast, turned car driver, and remained a motorcycle enthusiast. And I believed that, Honda had the ability and the resources, to make a Grand Prix car. Perhaps, I was just a little early, but just the same, that has been proved to be correct these days. At that time, of course, it was very much a motorcycle company, and they were just starting to be in cars, and of course there was pressures on budgets and all sorts of things, and also, of course, there was a pressure on pure engineering and technical time. And I think we also encountered Honda at a point when there was this transition between bikes and cars and the expanding of the car production side. And so the total attention of Honda and a big enough budget could not be focused on the racing. It was a little of a sideline, not like today. So, yes, frustrating. You got terribly angry at times, but very satisfying, and particularly winning at Monza. It was very satisfying because I love Italy as well, and I had very good but at the same time frustrating times at Ferrari. But it was nice to go back to Italy and of course be accepted so much by the Italians. They were absolutely delirious over the fact that I won the race, and so it was beautiful, particularly as I was driving a Japanese car. RA300 はわずか4レースを走って RA301 に変わった。このエンジンは450馬力以上発生し、シャーシーの重量も530キロとこれまでとは格段の軽量化に成功したが、それでも他のマシンに比べるとまだ30キロ近く重かった。チームサーティースやローラカーズの協力を得てイギリスで開発された RA300、RA301 と並行して日本では RA302 の開発が進行していた。この RA302 はなんと自然空冷エンジンを搭載していたのである。この大胆な試みは関係者の度肝を抜いたものの、チームのパワーを分散することになり、コンストラクターズチャンピオンを狙っていた RA301 の足を引っ張る結果となってしまったのは皮肉なことであった。勝てるポテンシャルを持つマシンを作りながら、経験不足やいろいろな事情でなかなか勝てなかったこの5年間は世界の壁の厚さを見せつけられた5年間でもあった。
そしてホンダは F1 の活動をしばらく休止することになるのである。ホンダが14年に及ぶ長い休止の後、エンジンメーカーとして再び F1 グランプリに復帰するのは1983年のことになる。当時 F1 シーンはナショナルカラーの時代からコマーシャルカラーの時代へと移り変わり、ロータス、ブラバム、マクラーレン、ルノー、フェラーリ、ウィリアムズなどがコンストラクターズチャンピオンを争い、ニキ・ラウダ、ケケ・ロズベルグ、そして若き日のピケ、プロスト、アルヌー、タンベイなどのドライバーが活躍する全く新しい時代に変わっていた。14年の沈黙を破って再び F1 に挑戦するために投入された新エンジンは RA163E。 すでに F2 では安定したパワーを発揮していた V 型6気筒エンジンをベースに排気量を 1500cc にデチューン。2機のターボチャージャーを備え、最高出力は600馬力以上。スピリット F2 の改良型シャーシーに搭載されてその雄姿を表した。ドライバーはステファン・ヨハンソン。1983年シリーズ第9戦イギリスグランプリシルバーストーンサーキットである。この年の最終戦南アフリカグランプリからスピリットに代わって有力チームの中で唯一ターボ時代に乗り遅れていたウィリアムズにホンダエンジンが供給されることになった。ドライバーはケケ・ロズベルグとジャック・ラフィー。ウィリアムズ・ホンダのデビューレースでロズベルグは早くも5位に入賞し、チームの誰もが来年に向けて明るい希望を持った。1984年の F1 サーカスはブラジルから始まる。この年からガソリンは220リットルに制限され、途中給油も禁止されて、エンジントラブルやガス欠が続出し、レースは大混乱。完走わずか8台というサバイバルゲームとなった。1位はマクラーレンポルシェのアラン・プロスト。ウィリアムズ・ホンダのケケ・ロズベルグは2位に輝いた。そしてついに第9戦ダラスグランプリにおいてウィリアムズ・ホンダは念願の初優勝を果たした。復帰16戦目の快挙であった。またセカンドドライバーのジャック・ラフィーもグリッド後方から追い上げ4位入賞と健闘した。ウィリアムズ・ホンダチームの誰もがひょっとしたらと甘い夢を見たのだが、残る7戦は惨憺たるありさまで、芽生えたばかりの希望は無残にも打ち砕かれ、シーズンを終える結果となってしまった。
櫻井さんが監督になった時はどんな状況だったんでしょうか。そしてまずどういう手を打ったんでしょうか。当時はですね、まず一つはその絶対馬力が不足してたと。で、これは後から分かってきたことなんですけどもね、しかしその当時の我々の推定からも、ポルシェのエンジンっていうのがすでに750馬力以上出てると。で我々の方がそれまで使ってたものが、一応壊れないようにして、そして燃費も一応走りきれるというような状態だともう650馬力以下だと。それに従ってまず800馬力以上のですね馬力の出るエンジンにしなきゃならないと。でこれは言うなら 30% ぐらいパワーを上げなきゃならないということになるわけです。そのボアストロークを、今までのレーシングエンジンの常識っていうのは、できるだけボアを大きくするということだったんですけども、これをですね、むしろかなり小さめにして、そして燃焼を良くして低速から高速まできちっと燃焼すると。そしてその燃費も良くする、また低速のレスポンスも良くする。でそうやっといて、一方でターボチャージャーをですねまた新開発しましてですね、パワーを上げていくと、いうようなコンセプトでスタートしたんです。そういうことで、新しいエンジンを一から全部作り直して、これが通常ですとですね、新しいエンジン作るっていうのは作るだけで1年間、開発含めると2年間かかると言われてるんですけども、半年間で、やりましてですね、そしてその85年の、モントリオールのレースから投入したわけです。梶監督から変わった櫻井新監督のもと、ゼロからの発想で開発された新エンジンは、ホンダの伝統であったビッグボアを捨て、スモールボアロングストロークエンジンとなった。ホンダに新しい時代をもたらすことになったこのエンジンは、1985年の第5戦カナダグランプリから投入された。このエンジンの登場はセナやプロストをしてディファレントワールドと言わしめたほどの衝撃的なパワーを持っていた。この年からセカンドドライバーとして参加していたナイジェル・マンセルは6位、そしてケケ・ロズベルグはピットインやスピンにもかかわらず4位でフィニッシュした。デトロイトグランプリではケケ・ロズベルグが優勝を飾った。85年シーズン1勝目である。またブランズハッチでは新シャーシーが投入され、地元イギリスで勢いに乗ったナイジェル・マンセルが初優勝を果たした。続く南アフリカグランプリではガス欠に泣いたアラン・プロストを抑えてマンセルとロズベルグのワンツーフィニッシュを実現させた。最終戦のオーストラリアグランプリでもロズベルグ優勝。終盤で3連勝を成し遂げ、85年シーズンは4勝と、いよいよホンダパワーの脅威をちらつかせ始めて、85年のグランプリサーカスは幕を閉じたのである。1986年からはロズベルグに代わって2度のワールドチャンピオンに輝くグレイテッドドライバーのネルソン・ピケがチームに参加することになった。この年から
ターボエンジンの燃料制限はさらに厳しく195リットル以下とされたが、ホンダのメカニックたちは自信にあふれていた。他のチームに先駆けてのコンピュータシステムの導入、ウィリアムズのカーボンコンポジットの入シャーシーを得てホンダパワーは炸裂した。この年ネルソン・ピケとナイジェル・マンセル2人で16戦中9勝をマークし、ウィリアムズ・ホンダは初のコンストラクターズチャンピオンを手中にしたのである。しかし最終戦のオーストラリアグランプリまでアラン・プロストとドライバーズチャンピオンを争っていたマンセルは、ゴールまであと数周というところで予期せぬバーストによってリタイア、涙を飲むことになった。アイルトン・セナからの熱いラブコールによって1987年からホンダエンジンはチームロータスにも供給されることになった。 Well, what do you think of, how do you feel about being a driver of Pitch Squad Honda's 50th win? First of all, I'm very happy I won the championship last year for Honda, the last season with the turbo engines. And this year with the normally aspirated engines, Honda has completed 50 wins. It's an incredible achievement considering the number of races that Honda have been involved in. And it's an honor for me to be part of such a successful era in Honda and having established the 50 win. Well, when did you convince yourself that Honda is the one to have? That was back in end of 85. Was it at that the end of 85? At the end of 85 with Williams, it was clear to me. In fact, from the Montreal race in 85, it was clear to me that Honda had made a breakthrough, and the future looked to be Honda, and therefore it still took me a while to be able to manage to work with them. But finally in 87 we were working together and has been great to me. Well, maybe this is repetitious, but actually you scored more wins than any other driver on Honda. How do you feel about that? Feel good, and I hope I'll feel much better in the future, carrying on the same way. 87年は日本にとっても記念すべき年となった。その第1は鈴鹿サーキットでの日本グランプリの開催であり、第2は日本人 F1 ドライバー中島悟の誕生である。日本人で一番よくホンダエンジンを知っているのはもしかするとこの人だと思うんですね。
実際自分で走った人っていうのは中島悟選手しかいないわけです。ホンダの 1.5 リッターターボ時代に日本で国内エンジンテストを担当した、それが中島選手の F1 への道につながっていったわけですよね。はい。あの時のウィリアムズのシャシーでホンダのエンジンテストをやってた、主にどのようなことを中島さんは担当してたんですか？まあ僕が担当したといってもそんな大それたことじゃないような気がするんですけども、まあすでにいろんなコンピューターとかね、計測機器ができてたんでね、まあとにかく走っててその情報を集積するっていうのがまず、あとは僕のドライバーとしてのそのフィーリングですか、使いやすさとか使いにくさとか、そういったもののテストだったと思うんですけどね。その中島選手にとってずっと F2 時代からホンダとは縁深いですよね。それでそうですね、ホンダによって F1 への道が切り開かれた、その時の、改めてですね、率直な印象というか気持ちというか。まずはもう嬉しかったです、もうこれはどういう言葉も必要ないぐらい嬉しい、その後に来たのが本当にできるかなっていう不安で、でもやらなきゃなんないし、知らないとこへ行くその喜びみたいなものと、不安みたいなものも、すごい、人生のうちで何度か多分味わえないいい気分でしょうね、あれは。イギリスグランプリでの1、2、3、4フィニッシュをはじめとして16戦中11戦を制した87年はウィリアムズ・ホンダが連続2度目のコンストラクターズチャンピオンに輝き、ネルソン・ピケがドライバーズチャンピオン、そしてマンセルが2位と他の追随を許さない快進撃の年であった。それはホンダパワーの伝説が現実のものとなり始めたシーズンでもあったのである。ホンダエンジンの強さの秘密といいますと、どんなところがポイントなんでしょう？そうですね、まずちょっと専門的になりますけれども、まず燃焼、よく燃えるっていうことがですね、当時としては一番優れたと思うんです。したがって他のエンジンに比べてですね、馬力も出るし、一方で、燃費もいいということで、当時85年でですね、800馬力ぐらいになりまして、そして86年が1000馬力、そして86年の予選なんかにおきましてはですね、1400馬力までいったわけですね。したがって当時はレースでも100馬力、そして、予選では200馬力ぐらいのですね差があったと思うんです。でなおかつ燃費も良かったと思うんです。それからもう一つはよく当時一緒に組んでたウィリアムズなんかからですね、耐久信頼性が素晴らしいとこう言われていたわけですけれども、この2つがですねやっぱりそういうエンジンになって勝てた理由の大きなもんだと思うんですね。
この年は1966年から22年間続いてきたターボ時代の最後の年となる。ホンダエンジンはウィリアムズに代わってマクラーレン、それに昨年に続いてロータスの2チームに供給されることになった。マクラーレンのドライバーはアラン・プロストとアイルトン・セナである。Okay, Alan. Over past 2 years, you have contributed 11 wins to Honda, and actually 1 month ago, Honda scored their 50th win. Then, well, how do you feel to be a part of team which scored 50th win? I think Honda became the best company giving engine in Formula One since the last few years. And I think they are very strong, very good, very professional, and that's normal. You know that they won 50 races. As a driver point of view, I think it's always better to be in a very strong team. And with Honda in Formula One, I think it's the best choice a driver can do. Even if I go to Ferrari, because I spent 2 years with Honda and I want to find something new, something different. But I still think it's going to be very difficult to beat Honda in the next few years.
Mr. Ron Dennis, McLaren has successfully contributed to Honda for their 50th win. What do you feel about that? Well, I think we're very proud to be part of the team that led to that 50th result. But of course, a lot of those results weren't scored using a McLaren chassis. But maybe we'll get to 100 together, and the next 50 will be with McLaren, and we'll have something even more to celebrate. So you just talked about 100th win with Honda. Do you think we can expect to see that within 5 years or so? Well, I think 5 years may be a little adventurous, but it's a good goal to have, and we'll do our best to achieve it.25年前、小さな国の大きなチャレンジ精神でモータースポーツの最高峰である F1 の世界に挑戦。休止の時期を乗り越えて今ここに50勝という偉大な功績を確立したホンダエンジン。25年前は世界中の誰も考えもしなかったホンダドリームが実現したのである。監督としてホンダエンジン50勝を勝ち取った感想と、そして後藤さん自身が一番記憶に残っているレースはどのレースでしょうか。取ってからね、その50勝というものがどんな意味付けなのかというのを初めて知りましてね。で後でびっくりしたというようなわけなんですよね。それはそういう量産メーカーとして最多勝利であるともその時初めて知りましてですね、ルノーとかBMW、ましてやベンツとかポルシェとかそういうのと比べてもね、50勝というのは大変大きな数字であると。
その時初めて記録を見せていただいてですね、初めていやそんなすごいことになったのかというふうに思ったようなわけなんですね。私がそれほどね、非常にうまくやってるからということじゃなくて、会社自身が取り込んでいる姿勢がですね、非常に、公正で真面目に一つ一つ技術の問題を解決してきた結果がこういうことになったんだと思ってますね。私自身は1985年の、後半からですね、現場を任されるようになって、実はその監督というのは88年からですけども、私自身にとっては現地のマネジメントを任されるようになって最初のヨーロッパグランプリでね、ナイジェル・マンセルが初めて、F1 で勝った時、私もそういう現場の、マネジメントを任されるようになって初めて勝った、その時がマンセルも奥さんと抱き合ってですね、涙の表彰台という感じで、あれが私にとっても一番忘れられないレースですね。1000分の1秒を争って熾烈なバトルが展開されてきた F1 グランプリ。その長い歴史の中に日本のホンダエンジンが一つの時代を築き上げたことは今や疑いのない事実である。この栄光の陰には車を愛しモータースポーツを愛した数多くの人たちがいる。時として時速300キロを超える F1 バトルの陰に彼らのマシーンにかけた血と汗と情熱の研究開発の歴史が息づいているのを忘れてはならない。昔も今もそして未来も栄光の数だけ、いやその何倍もの努力が華々しい表舞台の裏側で続けられてきたし、これからも続けられていくことだろう。今や F1 レースは自動車技術の枠を超えてコンピュータや宇宙工学などの最先端の技術まで要求される時代を迎えている。この時代の流れの中でホンダエンジンはどこまで上り詰めていくのか、今は誰にもわからない。ただ一つ確かに言えることは、ホンダパワーの伝説が育まれつつあるまさにこの時代を私たちは目の当たりにしているのだというゾクゾクするような事実である。
我が F1 にレースに悔いはなしですか？悔いはないことはないけれど幸せでございましたということです。